皆さんこんにちは、幸子です。今日も優しい日本語でアニメや漫画について紹介したいと思います。皆さんはここがどこだかわかりますか？そうです、渋谷です。今日渋谷に来たのは今年2025年にここ渋谷にオープンしたザ・ジョジョワールドというジョジョの奇妙な冒険のオフィシャルショップに来たくて来ました。皆さんはジョジョの奇妙な冒険を見たり読んだりしたことがありますか？多分このビデオを見ている人はジョジョが大好きか興味がある人だと思うんですが、念のため説明します。ジョジョの奇妙な冒険は1986年に少年ジャンプという雑誌の漫画として始まりました。もう35年以上も続いている人気の作品です。作者は荒木博彦先生です。ジョジョの奇妙な冒険のお話は簡単に言うとジョースター家という家族のストーリーで、強い敵と戦うバトルアクションです。でも最初のお話パート1が1889年の話で、そこから今の時代パート9まであって、いろいろな時代に違うジョースター家の主人公が出てきます。主人公の名前はジョナサン、ジョセフとかジョータロとか J で始まる名前で、それで漫画のタイトルにはジョジョという名前がついているんです。さっきパート1からパート9まであると言いましたが、日本語ではパート1を第1部とか1部、パート2なら2部と数えます。1部から9部まであるので、ジョジョが好きって言ってもどのパートが好きか分かりません。だから日本人がジョジョの話をするときは何部が好きという言葉から会話が始まります。ジョジョの話を日本人とするときはぜひ覚えてみてください。今までジョジョの展覧会とかポップアップのイベントに私は行ったことがあったんですが、このお店はポップアップじゃなくてずっとあるお店だということで、これは本当にすごいことだと思います。ジョジョのファンってジョジョが大好きすぎるコアファンも多くて、こういうジョジョが大好きな大ファンのことをジョジョラーって言うんですけど、世界中のジョジョラーがオープンを待っていた店です。ザ・ジョジョワールドのウェブサイトを見たら、世界初の体験型公式ショップと書いてありました。グッズがあるだけじゃなくて、ゲームができたり、自分のスタンドがわかるアトラクションがあったり、キャラクターのカフェがあったりと楽しそうです。今日は本当にワクワクしています。お店は今年の7月にオープンしました。オープンしてすぐは予約して入ったりエントランスチケットが必要だったりしたんですが、今は平日に普通にお店に入れるようになりました。まだ週末とか祝日とか新しいグッズを発売する日はチケットが必要な日もあるんですけど、こうして行きたい時に行けるようになって本当に嬉しいです。渋谷駅から歩いて5分くらいで渋谷のパルコに着きました。ジョジョワールドがある6階に行きたいと思います。ここの6階というと、前の渋谷のおすすめを紹介したビデオでも出てきましたが、任天堂ショップやジャンプショップ、ポケモンセンターがあるアニメゲームファンが大好きな6階です。平日は外国人のお客さんの方が日本人よりも多かったです。6階に到着しました。任天堂ショップの
右の方を行くとついに着きました。ザ・ジョジョワールドです。主人公たちがいますね。すごい。ロゴもすごくかっこいいですね。このイラストは荒木先生がこの公式ショップのために描いた書き下ろしのイラストです。ジョセフとジョナサンが昔の絵のスタイルとすごく変わっていて、最初誰だか分かんなかったんですが、すごくいいです。スタンドの矢がありますね。英語での説明もあります。この矢に触ると矢が光って音が出ます。これで私もスタンドが使えるようになりますね。店の中を見てみましょう。第1部から9部までの主人公たちの絵があります。丈太郎だったら後ろはディオとか、ちゃんと主人公の裏は敵になっているのがいいです。キャラクターグッズがたくさんあって、ファンのみんなは嬉しそうにグッズを買っていました。本当にいろいろな国からお客さんが来ていました。水色のコーナーにはミニゲームがありますし、奥にはイギーカフェもあります。ここからはグッズを見ながらジョジョの話をしたいと思います。皆さんは何部が好きですか？それぞれすごく面白いんですが、私は特に3部が好きです。今見えているのは3部のキャラクターたち。くじに当たるともらえる商品です。イギーと大好きなコーヒーガム。このペットショップもかっこいいですね。このバニラアイスのクリームもいい顔してますね。暗黒空間にクリップいっぱい入れたいです。ホルホースと、それから子供のポルナレフ、シルバーチャリオッツもすごいかわいい。これは後ろのアレッシーとセットで欲しいですね。隣には豆皿という小さいお皿があります。すごいおしゃれです。グラスとか本当に生活で使えるものが多いのも嬉しいです。こちらはスカーフです。敵のデザインもまたかっこいい。こっちはキラークイーンのスカーフ。ジョジョたちだけじゃなく敵もあるっていいですよね。もちろんディオのスカーフもありました。これはお名前ホルダーと言います。自分の名前のひらがなをホルダーにつけてオリジナルのホルダーが作れるコーナーです。日本語を勉強している皆さんはぜひ自分の名前のひらがなを見つけて作ってみてほしいです。これはピストルズです。英語だと名前が違うと思いますが可愛いですよね。こういうピストルズのようにスタンド名が海外と日本語で違うって本当に多いです。ジョジョのスタンドの名前はアメリカの有名なバンドの名前とかブランドの名前がついているものが多くて、アメリカではその名前が使えなくて日本のスタンドと名前が違うことが多いそうです。日本人とジョジョの話をするときは気をつけましょう。ポケモンみたいにほとんど違うってことはないんですが、特に第4部黄金の風、ゴールデンウィンドはジョルノのスタンドは日本語でゴールドエクスペリエンスですけど、ゴールデンウィンド、ブチャラティのスティッキーフィンガーはジッパーマンと全然違いますので注意しましょう。こちらのポスターは漫画のデザインです。キラキラしててかっこいいですね。よく見ると小さいピストルズがいます。ジョジョのファンって原作漫画のファンとアニメのファンがいて、
漫画は好きだけどアニメは好きじゃないという人や、その反対のアニメは好きだけど漫画は好きじゃないっていう人も、どちらも好きっていう人もいるんですけど、こちらのお店は漫画ファンもアニメファンも、そしてこういう可愛いキャラになったグッズが好きな人も、みんなが満足できるグッズがあるのが素晴らしいなと思いました。あとやっぱり大人の漫画なので、グッズも大人が好きなテイストのものが多いなと感じました。見てください。このコースターもすごくアーティスティックでいいです。自分の好きなキャラのものを買うのもいいですし、自分のイニシャルを買うのもいいですよね。私のイニシャル S はスピードワゴンの S でした。自分がわかるキャラクターで良かったです。人気のキャラのコースターはもう売り切れになっていました。このお店には2つのミニゲームがありました。こちらは期間限定みたいですが、勝つといいプレゼントがもらえます。丈太郎がやっていた野球ゲームができるなんて楽しいですよね。あと面白いグッズだと石仮面がありました。荒木先生もこれをかぶったから60歳なのに60歳に見えないという噂があります。1300円で人間やめられます。意外と安いですね。こちらがイギーカフェのメニュー、ハイクオリティです。第4部のキラが好きなパン屋の袋もありました。カフェで買ったのはこちら、ピストルズの餅のお菓子とアルミのグラスがついたジンジャーエールです。持って帰ってペンスタンドにします。ピストルズのお餅のお菓子にはキャラメルクリームが入っていて美味しかったです。こちらのアトラクションはスタンド能力研究所です。ここではいろいろなテストをして120種類のスタンドから自分に合うスタンドを教えてくれて、最後に一緒に写真も撮ってくれるみたいです。1時間待ちでできなかったのが残念でした。こちらはイギー神社です。こちらではおみくじが引けます。アンラッキーなおみくじだった時はイギーのラッキーになるシールをもらえるみたいです。なんか悪いおみくじの方がラッキーですよね。ということで今日はザ・ジョジョワールドを紹介しました。どうでしたか？ジョジョが好きな人には絶対におすすめです。2026年にはスティールボールランも始まるので、またもしかしたらお店が混むかもしれませんが、ジョジョファンにとって最高の場所でした。グッズも本当にかっこよくて、どれを買うか迷ったんですけど、丈太郎のキューピーを買うことにしました。こちらですね。1回の会計で1個しか買えないので、次は、ジョリーンのキューピーを買って親子にしてカバンにつけたいと思います。最後にお店の中で丈太郎がディオを倒すシーンをやっていたので、この後2分間見せます。好きな方はぜひ丈太郎のオラ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 を見てみてください。それではまた。4秒経過、5秒経過、6秒経過、7秒経過。9秒経過。これで
若だ。ディオス、11秒経過。僕たちはそこまでだ。俺が時を9秒の時点で時を動き始めた。たった一つだぜ、ディオ。てめえは俺を怒らせた。